皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ゆうの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ゆうの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年10月13日の秋華賞を含む Win5 が対象になっている5つのレースです。それでは予想に移りましょう。これが京都競馬場級レースダート 1200m Win5 対象1レース目です。期待値が高いと判断して絞り込んだ推奨候補を表示しています。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はセールボランになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えており、このメンバーの中でも一番高い位置まで押し上げています。期待値の推移を見るとかなり急上昇しています。レビューから芝を使ってきており、3走前と4走前はグラフから外れるほど下げてますので、芝の適性が合わなかったと思われます。2走前と前走の期待値はダートでのものです。2走前のダートの初戦は期待値は低めですが上昇しており、前走は2着から 0.4 秒差の圧勝ですので、ダート適性は証明できたと思います。その時は今回と同舞台でのものですし、ここは前走と同舞台で高い適性を再度見せてくれると判断して、このセールボランを二重丸評価としました。次に丸評価はエブリモーメントになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えていますが、この時は中京ダート 1200m 戦ですが、2着とは 0.8 秒差の圧勝をしており、期待値以上の評価ができます。2走前は逃げる競馬を試して3着と期待値も落としていますが、もともと逃げるタイプの馬ではないので、ここは度外視できます。それ以外の3走は最後の上がりは全て1位でまとめていますので、まだまだそこを見せていないと思います。西村騎手も3戦連続騎乗になりますし、好成績を残している手のあった騎手ですので、その点も安心できます。なのでその点からもここはこのエブリモーメントを丸評価としました。次に黒三角評価は名将武台になります。この馬は1着ゾーンには届いていませんが、高めの位置で推移しています。少し下降傾向な点は気になりますが、それでも4走前と3走前はこの中でトップの位置にいますし、このメンバー相手なら十分通用するレベルだと思います。そしてその3走前と4走前は今回と同じ京都ダート 1200m でのものなので、この舞台の適性も問題ないと判断できます。前走で落としていますが、これは約3ヶ月ぶりの休み明けで落としている可能性があります。今までは叩いて好成績を出しており、今回は叩き2走目になる点からも期待できます。なのでここはこの名将武台を黒三角評価としました。抑え評価は大西アレスとトモジャールマンドになります。大西アレスは金3走で今回と同舞台を走っており、前走で1着ゾーンまで来ています。ただその前走は不良馬場でのものなので、道悪適性の方が高い可能性はあります。このレースの好走客室は逃げや先行馬に有利な傾向があり、この大西アレスは生粋の逃げ馬なので、その点はこのレースの好走客室と合っています。しかもルメール騎手が継続騎乗する点も好材料です。それでも期待値を上げているのは不良馬場でのものですし、今回は良馬場想定ですので、前走より下げる可能性があります。なのでその点からここは抑え評価としました。
もう一頭のトモジャールマンドは他の馬と似たような推移をしています。3走前を見ると他の馬よりも1枚上を位置していますので、そこは評価できます。前走の期待値は上昇はしていますが、そこまで高い期待値ではありませんので、そこが気になります。それでも着順は2着ですし、そこまで悲観する位置でもないと思います。その時に乗っていたみゆき騎手は継続騎乗なので、そこは問題ないと思いますが、前走の期待値だけで比較すると少し劣る印象ですので、ここは抑え評価としました。以上が京都9レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場9レースの予想をまとめます。抑え評価、大勢ヤレス現在1番人気、トモジャールマンド現在4番人気、黒三角評価、名将武大現在7番人気、丸評価、エブリモーメント現在2番人気、二重丸評価、セールボラン現在5番人気。ここまでが予想の印になります。続いて2ファイバー候補の馬名を見ていきます。2ファイバー候補、ここはセールボラン、エブリモーメントの2頭で勝負します。以上が京都9レースの予想になります。次に予想するレースは東京競馬場10レースダート 1400m ビン5対象2レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はナスティウェザーになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えており、このメンバーの中でも一番高い位置に来ています。そしてこの時は今回と同舞台で出しています。しかも2着とは 0.5 秒差の圧勝ですし、金3走はいずれも上がりは1位でまとめています。4走前は全日本2最優秀の G1 で4着に来ており、その時はレパードステークスで2着になったサトノフェニックスにも 0.4 秒差をつけて勝っています。ここはまだまだそこを見せていないと思いますし、ここはこのナスティウェザーを二重丸評価としました。次に丸評価はムーブになります。この馬は金2走で1着ゾーンを超えており、金2走で1着ゾーンを超えているのはこのムーブだけです。ただ2走前は 1200m 戦で、前走は今回と同舞台でしたが、馬場は重馬場でのものです。今回は両馬場を想定していますので、その点は気になりますが、それでも2走前は 1200m の両馬場でも上がりは1位できていますので、両馬場でも力は出せると思います。斤量が 55kg から 58kg と 3kg 増えますので、その点からも今回の上昇度はそこまで高くない可能性があります。その点からここは丸評価としました。次に黒三角評価はロードフォンスになります。この馬は2走前と3走前で1着ゾーンを超えており、2走前が今回と同舞台でのものです。前走も今回と同舞台でしたが6着という結果で落としています。この時はレース間隔も詰まってましたし、万全の状態ではなかったと思われます。今回は約5ヶ月としっかり開けて出れますし、この東京ダート 1400m 自体は1111と前走以外は全て馬券内に来ている点からもこの舞台は問題ないと思います。1着ゾーンを2回超えている点からもすでに能力は足りていると思いますので、ここはこのロードフォンスを黒三角評価としました。抑え評価は馬頭騎とコンクエスタになります。馬頭騎は3走前の時から1着ゾーンの手前まで来ており、そこから安定もしています。前走で1着ゾーンも超えてますし、この金4走も上がりは全て3位以内でまとめてきてますので、まだ上昇できる力が残っていると思います。他の馬は急上昇している推移が多いですが、この馬頭騎は高めの位置で順調に上昇していますので、その点を踏まえてここは抑え評価としました。もう1頭のコンクイスタは前走以外の期待値は低い位置にいますが、これは芝レースでのものなので度外視できます。前走で一気に上昇して1着ゾーンまで届いていますが、この時は今回と同舞台でのものなので、今回の舞台適性は高いと思います。この馬は叩いて成績を上げることが多い馬ですが、今回は約5ヶ月ぶりのレースになりますので、その点は気になります。そして3勝クラスの初戦にもなりますし、ここは少し下げる可能性も考えられますので、その点から
コンクエスタを再評価としました。以上が東京10レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場10レースの予想をまとめます。お再評価バトゥーキ現在5番人気、コンクイスタ現在8番人気、黒三角評価ロードフォース現在4番人気、丸評価ムーブ現在7番人気、二重丸評価ナスティウェザー現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはナスティウェザー、ムーブ、ロードフォース、エストレア・デ・ベレンの4頭で広めに勝負します。以上が東京10レースの予想になります。次に予想するレースは京都競馬場10レースダート 1800m ウィン5対象3レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はセクシーブッケになります。この馬は金3走すべてで1着ゾーンを超えており、期待値もかなり安定した推移をしています。そしてその3走とも上がりは1位で1着ですし、前走は1秒差の大楽勝です。今回は3勝クラスの初戦になりますが、期待値を見てもわかる通り、このレースの1着ゾーンを超えていることから、このクラスでもすでに通用する能力を持っています。そして今回は金量も53キロで出れますし、金3走で1着に持ってきた北村雄一騎手が今回も騎乗する点も安心できます。レース間隔を見ても連勝してから一旦開けてますので、スカルも取れていると思います。なのでこの高い推移での安定感を買って、このセクシーブッケを二重丸評価としました。次に丸評価はサイモンザナドーになります。この馬は2走前だけで見ると一番高い位置に来ています。この時は福島のダート 1700m 戦でしたが、全体を見てもここが一番高い期待値です。前走で落としていますが、それでも1着ゾーンの手前でとどめていますし、この位置なら十分上位を狙える位置だと思います。この馬は追い込み馬ですが、今回は上位人気想定の馬たちが逃げや先行馬なので前が速くなる可能性があります。そうなればこの馬に向く展開も十分考えられますし、期待値としても高い位置にいますので、その点からここはこのサイモンザナドーを丸評価としました。次に黒三角評価はレアンダーになります。この馬は前走以外の期待値はかなり低いので全く評価できませんが、前走は小倉の 1700m 戦で1着ゾーンを超えてきており、そこは評価できます。この馬は生粋の逃げ馬なので、今回はこの馬が逃げると見ています。そしてこの舞台は逃げ馬の勝率が一番高いので、この馬の脚質は今回のレースに向いています。ただこの馬は叩き良化型で、今回は約3ヶ月ぶりのレースになりますので、その点で評価を落として、ここは黒三角評価としました。抑え評価は名将シナノとマリアナトレンチになります。名将シナノは3走前は高い期待値ですが、これは重馬場でのものです。あと4走前と前走の期待値が低いんですが、この2走はいずれも 1800m 戦でのものなので、今回の距離はあまり合っていないと思います。ただこの馬も先ほどのレアンダーと同様に叩き緑化型です。この馬に関しては今回は中1周で出れますので、ここは期待値を上げてくると見ています。実際に3走前は1着ゾーンも超えてきていますし、能力としては足りていると思いますが、やっぱり前走でだいぶ落としてますので、その点からもここは抑え評価としました。もう1頭のマリアナトレンチは4走前を見るとこのメンバーの中でトップの期待値です。その時は今回と同じ距離でのものなので、ダート 1800m 自体は問題ないと思います。3走前に今回と同舞台で走っており、この位置は京都ダート 1800m 戦としてはこのメンバーの中で一番高い推移です。前走で落としていますが、これは約4ヶ月の休み明けが影響していると思います。この馬は叩き2走目で構想することが多いので、今回は叩き2走目になる点でもプラスです。それでも全体的には他の馬より少し劣っている印象なので、ここは抑え評価としました。以上が
京都10レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場10レースの予想をまとめます。5歳評価名称シナノ現在7番人気、マリアナトレンチ現在11番人気、黒三角評価レアンダー現在1番人気、丸評価サイモンズナドウ現在3番人気、二重丸評価セクシーブーケ現在2番人気。ここまでが予想の印になります。続いてウィンファイバー候補の馬名を見ていきます。ウィンファイバー候補、ここはセクシーブッケ1頭で勝負します。以上が京都10レースの予想になります。次に予想するレースは東京競馬場11レース芝 2000m ウィン5対象4レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は帝王ソラネルになります。この馬は金2走とも一番高い期待値をマークできています。そして2走前に関しては今回と同舞台でのものです。この2走とも道割でのレースだったので、今回道割になればさらに期待値は上げてくると思いますが、両馬場想定で算出してもこの高い期待値は評価できます。4走前は阪神ですが、芝 2000m で1着ゾーンに届いていますし、この距離適性は高いことがわかります。今回の東京は初めてになりますが、同じ左回りの中京でも 2000m で2勝していますので問題ないと見ています。今回のレースは約11ヶ月ぶりのレースになりますが、この馬は休養明けで好走することが多いので、この休養明けも好材料です。なのでここはこの帝王ソラネルを二重丸評価としました。次に丸評価はアドマイヤハダルになります。この馬は2走前以外は全て1着ゾーンを超えており、能力が高いことがわかります。前走の天皇賞秋は 1.3 秒差の6着でしたが、このレースレベルで考えるとかなり高い期待値になっています。過去には同じ東京 2000m の白富士ステークスではジャックドールと 0.2 秒差の2着でしたし、その時はシュバリエローズにも勝っている馬です。なので今回の舞台は合っていると思いますし、現在6歳ですが、期待値を見てもこのメンバー相手なら十分上位可能な位置です。なのでその点からここはこのアドマイヤハダルを丸評価としました。次に黒三角評価はマイネル・ケレリウスになります。この馬は3走前の期待値が高く、その時は今回と同舞台でのものです。前走は 2000m 戦で期待値も上昇できていますので、この 2000m の適性は高いと判断できます。金3走は最後の上がりも全て2できていますので、力は出し切れる状態にあると思います。期待値を見ても復調気配がありますし、3走前の高い期待値も加味して、ここはこのマイネル・ケレリウスを黒三角評価としました。抑え評価はブラドーレスとボーンディスウェイになります。ブラドーレスはこの金4走で見ると2走前の菊花賞で4着だった時以外は全て芝 2000m 戦でのものです。3走前は1着ゾーンを超えていますが、そこから若干下降傾向の推移をしています。ただ2走前以外の最後の上がりは全て1位できており、まだまだ能力の底を見せていない可能性があります。前走も期待値はそこまで高くありませんが、着順は1着ですし、相手なりに走っただけという見方もできます。今回は約1年3ヶ月ぶりになりますし、前走の期待値自体はそこまで高くないので、その点からここは抑え評価としました。もう1頭のボーンディスウェイは4走前と2走前は1着ゾーンを超えてきています。2走前の福島民放杯は小倉記念で1着になったリフレーニングとタイム差なしの2着に来ており、能力が高いことを証明できています。速い上がりは使えませんが、長く足を使うタイプなので、直線の長い今回の東京のコースは適性があると見ています。実際に東京芝 2000m の成績は1着1回、2着1回と2回経験して2回とも好成績です。その点からもここは上昇する可能性は高いと思いますが、村の大きい馬ですので、そこを考慮して抑え評価としました。以上が東京11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは
東京競馬場11レースの予想をまとめます。5歳評価ブラドーレス、現在1番人気ボーンディスエイ、現在6番人気黒三角評価マイネルケレリウス、現在4番人気丸評価アドマイヤハダル、現在5番人気二重丸評価テアオソラネル、現在10番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミンファイバー候補の馬名を見ていきます。ミンファイバー候補、ここはテアオソラネル、アドマイヤハダル、マイネルケレリウスの3頭で勝負します。以上が東京11レースの予想になります。最後に予想するレースは京都競馬場11レース芝 2000m ビーン5対象5レース目秋華賞 G1 です。このレースは差し馬に有利なレース傾向があります。そして前走がシオンステークスの上位オークスの上位組の構想が目立つレースです。そしてこれが出走馬の期待値グラフになります。パッと見で前走で一気に上がっている子が多いですね。シオンステークスは異常な高速馬場だったけど個性値を加味しても高めの期待値です。1着ゾーンを超えてるのは全体で見てもクリスマスパレードの前走だけですね。もうちょっと下を見てみます。シオンステークス組以外でも急上昇してる子が多い印象です。ランス・オブ・クイーン、チルカーのアドマイヤベルあたりは前走で落としています。もっと下を見てみます。ここにいるラワンダはずっと下を推移してるから消しでいきます。一番下まで見てみます。こんなところに1頭いました。これはラビットアイです。この子も消しでいきます。それではここから一気に絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい。これで推奨候補として6頭が残りました。それではここから秋華賞の予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はクリスマスパレードになります。この馬は唯一前走のシオンステークスで1着だった時に1着ゾーンを超えています。この1着ゾーンを超えているのは今回のメンバーで見てもこのクリスマスパレードだけです。秋華賞は前走がシオンステークスの馬との相性もいいのでそこで1着だった点もプラス要素です。そして4走前の中山 2200m 戦の時の期待値も4走前だけで見ると一番高い期待値に来ています。金4走で2回もメンバー中トップの位置に来ている点は高く評価できます。前走のシオンステークスは異常な高速馬場でしたが馬場の恩恵があっただけでレースレベルが弱かったということも期待値の推移を見る限りないと思いますのでここはこのクリスマスパレードを二重丸評価としました。次に丸評価はチェルビニアになります。この馬は何といっても前走のオークス馬です。そして今回騎乗するルメール騎手とは3勝と新馬戦の2着が1回で抜群の相性です。前走のオークスはスタートが出遅れ気味で他の馬に挟まれる形で後方からの競馬でしたがあの位置から差し切って1着になった点は高く評価できます。今回の秋華賞は差し馬が好走する傾向もありますので前走はたまたまだったとはいえ指す競馬で結果を残せた点もプラスです。前走でオークス1着という点も好走条件に合っていますしその点からもここはこのチェルビニアを丸評価としました。次に黒三角評価は黄金の空になります。この馬は2走前のオークスで期待値を落としていますがそれ以外の期待値は高めの位置にいます。この馬は長く足を使うタイプに加えてコーナーからの加速力が非常に高く前走のクイーンステークスの時もコーナーの途中にもかかわらずすでに高い加速状態になっておりそのまま押し切っています。最後の直線できついコーナーがあるこの京都の舞台でもこのコーナーの加速力が活かせれば十分上位進出は可能と見ています。今回はクイーンステークス1着から直行する分疲労も抑えられていると思いますしクイーンステークスで同じ斤量で2着だったボンドガールがシオンステークスで3着だった点を考えてもこの馬の能力は高いと判断できますのでその点からもここはこの黄金の空を黒三角評価としました。抑え評価はステレンボッシュとミヤネーロになります。ステレンボッシュは3走前の阪神ジュベナイルフィリーズで
タイム差なしの2着。2走前の桜花賞は 0.1 秒差の1着。前走はオークスでチェルビニアと 0.1 秒の2着とかなりの実績馬です。期待値の推移もじりじりですがしっかり上昇してきています。本走のオークスは若干仕掛けが早い印象でしたが、最後はチェルビニアとかなり競り合ってましたし、早めの仕掛けの印象でしたが、上がりも最速でしたし、着順以上に強い内容だったと思います。他の馬はこのレースを狙って急上昇している馬が多い中で、このステレンボッシュは緩やかに上昇できている点からも、この先も見据えて成長していく感じがあります。現状の期待値もそこまで差もありませんので、ここは抑え評価としました。もう一頭のミヤネーロは前走のシオンステークスで2着だった時に一気に期待値も上昇しています。この時は最後の直線でボンドガールよりも外を回す形でしたが、上がりも最速であと数メートルあればクリスマスパレードを差し切る勢いで伸びを見せていました。この馬は 1600m は上がり最速で届かずの5着、1800m は1着が2回で上がり3位が1回、2000m の前走は上がり最速でタイム差なしの2着と距離を伸ばしながら強い競馬ができていますので、今回の距離は適性が高いと思います。ただ前走で一気に上昇している点から反動や疲れも気になりますので、ここは抑え評価としました。以上は京都11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価、ステレンボッシュ現在1番人気、ミヤネーロ現在5番人気、黒三角評価、小花の空現在12番人気、丸評価、チェルビニア現在2番人気、二重丸評価、クリスマスパレード現在6番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはチェルビニア、ステレンボッシュの2頭で勝負します。以上が秋華賞の予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。